この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。でも今日のお答えは結構衝撃的な内容です。おそらく幅広く誰しもが共感できるような内容にはならないかもしれません。でもこれはクリエイターとして本気でものづくりと向き合う瞬間、おそらく一度は誰しもが抱える悩みだと思うんです。ですので僕はこの問題に対しては誤解を恐れずに、包み隠さず素直な本心を打ち明けつつ、本気の本気でお答えしていきたいと思います。もしかしたらね、何言ってんのこの人、本気かよとびっくりされる方もいるかもしれませんが、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。桜餅さん、18歳女性からの質問です。斉藤先生、はじめまして。いつも絵描きに役立つ動画をありがとうございます。私はイラストレーターを目指している高校3年生なのですが、すごく悩んでいることがあります。それは絵にのめり込むあまり人との交流をないがしろにしてしまうことです。例えば友達と遊んでいる時や家族と出かけている時、その時間はとても楽しいのですが、心の隙にこの時間を絵に当てられたらなどと考えてしまいます。そしてそんなことを考えてしまう罪悪感で苦しくなってしまいます。いわゆる生き急いでいるんだと思います。早くプロになりたい、少しの時間も無駄にできない、そんな思いが去年の夏頃から強くなっています。思いが強くなると同時に画力は上がっていきますが、同時に人との交流が薄れてしまっています。高校 1,2 年生の時に絵と向き合うことをおろそかにしてしまったので、それもあってあの時もっと絵を描いていればと後悔しているのも一つの理由だと思います。そんな私が春からイラストの専門学校に通うのですが、そこで新たに出会う人たちとうまく付き合えるのか不安です。これ以上生き急ぐことは良くないと分かっていても、なかなか改善できずにいます。どうしたら焦らずにゆっくりと進めるようになるでしょうか。斉藤先生の視点から何かアドバイスをいただけると幸いです。長文失礼しました、とのことです。桜餅さんのおっしゃることよくわかります。絵を描くことに限らず、何かをクリエイトすることには何を置いてもまず時間がかかりますよね。それとこれは外から見えないので他人からはなかなか理解されづらいですが、精神力もすごく費やします。何をしているわけでもないけどずっと創作物について考えてしまうので、他のことを考えたり友達付き合いする余裕がなくなってしまう。桜餅さんは今そういう状況なんじゃないかと思うんです。そしてこのことに関して僕が思う結論は、それでも構わないです。いや、ここはもうはっきり言っちゃいましょう。僕はですね、クリエイターには別に友達はいらないと思っています。ってびっくりされるかもしれませんが、でも僕は本気でそう思っています。その理由を3つ紹介しますね。本気の時間は限られているから、周囲はあなたのことを理解してくれないから、それでも占有はできるからです。順番にお伝えしていきますね。本気の時間は限られているから。桜餅さんは生き急ぐことに対してこれではいけないと方向を修正しようとしていますが、僕は桜餅さんの感覚は少なくともクリエイターとしては正しい感覚のように感じます。この時間があれば絵が描けるのに、それは絵描きであれば感じて当然の気持ちです。そしてそう感じたならその気持ちは何よりも優先すべきでしょう。もちろん絵はスポーツと違って10代20代の頃に才能を開花させなければ通用しない世界ではありません。30代40代になってから思い立ってものづくりの世界に飛び込んでいく、そういう例はたくさんあります。でも一方で思うのは、本当に集中して作品を生み出せるのは気力が充実している期間だけだということ。作品作りには膨大な時間と膨大な精神力が必要だからです。そんな限られた人生の時間を友達付き合いに浪費している時間はクリエイターにはありません。それに友人が感じている楽しいという感覚とあなたが感じている楽しいという感覚の間にはもうすでに埋められないギャップが生じているんだと思うんですよ。ご友人が遊ぶことに対して楽しいと感じるのに対して、あなたは絵を描くこと、つまり誰かを楽しませることでしか楽しいと感じられなくなってしまった。そうなってしまったらですね、もう普通の幸せは諦めた方がいいです。周囲が感じる幸せはもう多分本当の意味ではあなたにとって幸せではありません。周りと感
覚的なギャップが生まれてしまった以上、その周囲に合わせて行動することは、これはもう時間の無駄としか言いようがないと思います。それは少なくともあなたにとっては価値が感じられない時間になってしまったからです。だからあなたの貴重な時間はできる限りあなたの作品を制作する時間に費やすのが僕はいいと思います。映画風立ちぬで僕はすごくドキッとしたセリフがあって、ずっと心の中に残っている言葉があるんですね。劇中何度も登場するイタリアの航空技術者カプローニが主人公のジローに投げかけた言葉。創造的な人生の持ち時間は10年だ。設計家も芸術家も同じだ。君の10年を力を尽くして生きなさい。僕はこの言葉はカプローニの言葉ではありましたが、宮崎駿監督がクリエイター全員に対して発した言葉のように感じて、その言葉を耳にした瞬間、すごく身が引き締まる思いがしました。クリエイターに許された創造的な人生の持ち時間は10年。その10年があなたにとっていつ始まるのかはわかりませんが、そのためには友達付き合いなんて無駄なことをしている時間はないんです。あなたにとって本当に価値のある人生を歩むために無駄だと思うことは心を鬼にして切り捨てていかなければいけません。周囲はあなたのことを理解してくれないから。僕は山形で生まれて、山形でおよそ18年間過ごしました。他の動画でも語っていることですが、僕の家族はすごく親切でしたし、そのおかげで何不自由なく子供時代を過ごすことができました。でも、それとは別にずっと居心地の悪さを一方では感じてもいました。それが何かというと、自分が絵にかけている思いと、周囲が僕に抱いているイメージとのギャップです。被害妄想かもしれませんが、周囲は僕に対して、いつ諦めるんだろうという目で見ているようにその当時は感じていました。直樹はいつ絵を描くことから卒業するんだろう、こんな風に思われていると感じていたんですね。でも考えてみればこれは当たり前のことで、周囲を見渡してみても絵を描くような仕事をしている大人は知り合いには一人もいませんでしたから、当然その職業についている状態をみんなは想像できない。だから当然絵はいつか諦めて他の職業に就くものと思われていたんだと思います。でもそういう周囲のイメージを裏切って、僕は小学生の頃からなんとなくですが絵を仕事にして生きていきたいと本気で思うようになっていました。その頃はイラストレーターという言葉すら知らなかったので、はっきりとした夢を描くようになったのはもう少し先のことですが、とにかく絵で生きていくという夢に向けて努力しようとは子供ながらに決意していたように思います。でもすごく身近な人で、一見応援してくれているように見える人であっても、そして親身に考えてくれている人であればあるほど応援してるよ、でもいつか諦めてちゃんとした仕事に就かないとねとやんわりと諭すように助言をくれることもありました。これは多分その人なりの善意で言ってることなので、しょうがないことなんですけど、でも言われた時にはそこはかとなく傷つきました。周りから理解されないことはしてはいけないのだろうかと悶々としていた時、そんなことはないと教えてくれたのは意外なことに僕の父でした。僕の父は農業なのですが、周囲の人を楽しませようというサービス精神に溢れた人で、何かにつけてひょうきんなことを言って周りを笑わせる。父にはそういう一面があります。あれは僕が10歳小学5年生の時のことです。山形には小学校の体育の授業の一環でスキー教室があります。山形県民ならスキーは当然滑れなければいけないというちょっとよくわからないプライドを押し付けられつつ、1学年全員がバスでスキー場に向かい、その学年の保護者が名乗りを上げて1グループ5人ぐらいの子供たちを指導するというのが習わしでした。僕の父はですね、スキーがすごく得意で、当然のことのように指導員に名乗りを上げたんですが、ある日家族に内緒で怪しい動きをしているのを母が気づきます。ちょっとスキーウェアの明細が届いてるんだけど、何これ、ウェアならもう持ってるじゃない。いや面白いと思って。面白いって何色のスキーウェア買ったの？肌色？家族全員が嫌な予感を感じていたんですが、そのスキーウェアが届いてさらにびっくりしました。なんと猿の着ぐるみのようなスキーウェアだったんです。それを見て家族全員が猛反発です。ちょっとそんなの学校行事に着ていったら変に思われるじゃないの。もうばあちゃんですら、お前ちょっとおがすぐなったんじゃねえかと呆れる始末です。僕もそれを聞いた時、学校ってちゃんとした場じゃないの？そんなふざけたことしていいの？
のと内心ドキドキしていました。正直恥ずかしいからやめてほしいとすら思いました。でもスキー教室の当日になってその考えは見事に吹っ飛びます。僕は父の担当する班とは別の班だったので直接その姿を見ることはなかったんですが、スキー教室が終わるや否や父が担当していた班のメンバーが僕のところに来て口々に言ったんです。お前の父ちゃんすげえな、めちゃくちゃ面白いのにスキー教えるのもすごく上手くて、正直俺スキー苦手だからちょっと不安だったけどお前の父ちゃんのおかげですごく楽しかったよ。僕はこの言葉をもらってその夜家族にもこの言葉を伝えました。そしたらあれだけ変なスキーウェアに猛反発していたばあちゃんでさえも、だったなやっぱりな、ヒロシはスキーだけは教えるのうまいんだなんてね、あっさり評価を覆したんですよ。僕はそんな父のことをすごく誇らしく思うと同時に、そっかそういうことなのかと理解できたんです。周りが見たことがないことをやろうとしている時にはそのことを周囲に理解してもらうことは難しいけど、結果さえ見せることができれば周囲は絶対に理解してくれる。僕が今抱えている絵で食べていきたいという夢は、今はみんなには理解してもらえないけど何か結果さえ見せることができたら、この人たちはあっさりと僕に対する評価をひっくり返すに違いない。今となってはこれはクリエイターには必要不可欠なマインドのように感じるんですが、そんな大事なことを父に教わったような気がしました。それでも戦友はできるから。絵を描くことに没頭してほとんどの友達付き合いをやめてかれこれ20年以上経つ僕ですが、全く孤独かというとそんなことはありません。確かにね、僕には週末にバーベキューに行くような友達は一人もいませんが、その代わりに戦友と呼べるような仲間がいるからです。ただね、これは勝手に僕が一方的に感じている感情です。その方たちにそう思っていいですかなんてね、直接確認したりしたことはありません。なので本人に知られたらなんか気持ち悪いんだけどと思われる可能性はめちゃくちゃあるんですけど、それを踏まえて聞いてください。例えば僕は漫画家のつくしあきひと先生を勝手に戦友だと思い込んでます。ご本人に言ったことはもちろんありません。気持ち悪いですよね。わかります。大先輩に対して戦友だなんてね、ちょっとおこがましいにも程があるんですが、まあ聞いてください。僕はつくし先生を知ったのは漫画メイドインアビスを読んでからだったのですが、つくし先生に対して戦友だと感じるようになったのは、その後に読んだスターストリングスよりというメイドインアビス以前に書かれた漫画を読んでからでした。この作品はメイドインアビスにもどことなく繋がるようなストーリーで、主人公の女の子コロルが絶対に無事では済まないと分かっている果ての見えない冒険に単身挑んでいく物語です。めちゃくちゃ過酷な旅になるのは分かっているのに、主人公のコロルはすごくワクワクしながら困難に立ち向かっていきます。ひどい目にも合うんですけど、どこか楽しげで絶対に諦めないんですね。この漫画を見て僕はコロルはつくし先生本人だと思いました。つくし先生は30代でそれまで10年間勤め上げた会社を辞め、どうなるか全くわからないフリーランスの道に踏み出されました。10年間の安定を捨ててフリーランスですよ。おそらく不安とか恐怖めちゃくちゃあったと思うんですよ。主人公のコロルもですね、全く同じ状況で今の環境には全く不満はないけど、でもそれを捨ててでも行ってみたい場所があるんだ。その不安とか恐怖をワクワクした気持ちで乗り越えていくコロルに勇気をもらうと同時に、これは多分つくし先生の今の決意を書いているんだ、そう強く感じました。そして勝手にですが、当時僕は25、6歳だったと思うんですが、僕も駆け出しのフリーランスでしたから、そんな僕に対してつくし先生がお前も頑張ろうぜって言ってもらえているような感じがして、本当に勝手にですが一度も言葉を交わしたことがないけど、この人は戦友だぜってね、心の中で固い握手を交わしたんですね。そしてつくし先生の他にもですね、僕は今こうして YouTuber として活動を続けていますが、僕よりも少し先輩ですがほぼ同時期に YouTube 活動を始めた2時3時のすこやかなさんや、こちらもだいぶ先輩ですが分かりやすい絵の上達法をすごいペースでアップし続けているディープブリザード魔王様に対しても勝手に戦友だと思っています。今紹介させていただいたのは3人でしたが、何人も僕にはそういう戦友と呼べるような存在がいます。彼らとは世間一般的な友人関係は築けてはいませんが、でも僕は彼らを見ると、
あの人も頑張っている。一人じゃない。俺もやってやろうじゃんってめちゃくちゃ勇気がもらえるんです。僕にとってはある意味友人よりも深くつながりを感じる関係かもしれません。あなたがもし必要と感じないのであれば、周囲と無理をしてまでうまく付き合う必要はありません。それよりもあなたが本当に価値を感じることに時間を費やしてください。あなたに許された時間は限られているからです。制作に没頭する中、孤独を感じてしまうことがあるかもしれませんが、ふと横を見れば仲間の存在に気づくと思います。その中にはもちろん僕もいます。僕とあなたはそれぞれ違う場所を目指すことにはなると思うけど、目指す場所への道半ば、ふと横に目をやれば、お、あの人も頑張ってるな。よし、私も頑張ろう。あなたがそう思えるような存在になりたいです。僕はあなたの友達にはなれませんが、友達ではなくもっと深いつながり、あなたの仲間、あなたの戦友になりたいです。クリエイター人生、お互い視力を尽くして一生懸命生きていきましょう。桜餅さん、応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。そして最後に宣伝です。じゃじゃん、ついに僕の YouTube をまとめた本、うまく書くの禁止が発売されました。このチャンネルを見てくださっている皆さんはきっとこんな思いを持っている人が多いと思います。絵がうまくなりたい。絵は感動を形にできて、そしてそれを誰かに瞬時に伝えることができる素晴らしい表現方法です。漫画、ゲーム、アニメの絵に感動して、こんな感動を私も誰かに伝えたい、そう決意して絵を始められた方、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そしてそんな真剣な思いをお持ちの皆さんだからこそ、こんな悩みも同時に抱えているのではないでしょうか。絵がなかなか上達しない、見てもらえない、将来につながるか不安、辛い。この本はですね、プロイラストレーター歴20年の僕がそういった様々な悩みに直面してきた時、どうやって、そしてどう考えてその問題を乗り越えてきたのか、それを悩み別に分類して図説付きで解説した本です。そして現在230本を超えている僕の動画の中から、こんな悩みを持った時にはこの動画を見てくださいってね、直接動画にアクセスすることができる QR コードがついていることも、この本のおすすめポイントの一つです。この本を読んでいただければ、きっとあなたが直面している絵を描く上での悩みを軽減、解決するためのきっかけにしていただけて、うおー、絵を描くのが楽しい、そんなモチベーションアップの手助けになれると思います。この本を手にしてくださる方に、思いを形にする喜びを手にしていただくこと、それが僕の願いです。全国の書店さんで、または動画の概要欄に Amazon の URL を貼っておきましたので、そちらからチェックしていただければ嬉しいです。ぜひお手に取っていただき、あなたの日々のお絵描きライフにお役立てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。